空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日も見えないお話始まります。今日のお話はですね、夫と私の出会いの話で、あんま興味ない方もいらっしゃると思いますけど、そこもまた不思議な話が絡んでくるので、ぜひお聞きください。私がですね、若かった頃っていうのが25歳を過ぎたら適齢期を超えちゃうんで、クリスマスケーキって女の人呼ばれてたんですね。25日過ぎたら誰も買い手がないっていうことで、それで私は25直前の時かなにちょっと母親と大きな喧嘩をしまして、いつまでも嫁に行かないんなら早く見合いをしろって言われたんですけど、でもね、お見合いってね 2,3 回会って結婚決めるっていうのがその頃主流だったんで、好きかどうかもわからないのにねっていうのがちょっとやっぱり嫌だったんですよ。でそしたらもう母はもう焦ってるんで大喧嘩しました。そしたらその日の夜に夢を見たんですよ、私が。たくさん人がいる中にちょっと小さい座ってるおじいさんが、白い着物を着て目が金色のおじいさんがね、私の向かいに座ってるんですね。それでね、私をねこう指さして言うんですよ。お前が結婚できないのはお前のお姉ちゃんがお前だけ幸せになるのを妬んでるからだぞって言ったんですよ。で、私のお姉ちゃんっていうのは実は死産ですごい難産でね、それで結局母体が持つか子供が持つかみたいな感じで、母も死にそうになって、そういう悲しい出来事があったんですけれど、その時に父はもう病院のね言うままに無縁仏に葬ったって言うんですね。でその時母も本当にもう瀕死の状態だったらしく、全部父に任せてたので、もうその後のこと全然覚えてないって言うんですけれど、そしてうちの両親は揃って全く信心深くなかったので、その姉のねお墓も無縁仏ですけど一回も行ったことなかったんですよ。転勤族だったっていうのもあったんですけれど、それでね私はなぜかやっぱり子供の時からその子も一応名前がありましたから、その子のねお姉ちゃんお姉ちゃんって言って言ってることはね自分でも覚えてるんですけど、気にはしてたんだと思うんですね。でそんな状態でそんな夢を見ました。で翌日、母に言いましたよね。いやお姉ちゃんがねこうだから私結婚できないらしいよって。そしたら母がふんって鼻で笑って何言ってんのって言うんですよ。でもね、私その時はちょっとこれは真面目にやらなきゃダメだなと思って、家にたまたまあったねお経をそのお姉ちゃんだけのために1ヶ月あげてみようと思ったんです。それで毎晩ね1ヶ月続けました。で本当にやっぱり1ヶ月ですよね。ちょうどね、これでいいかもって思ったら1ヶ月だったんですけど、でね終わったんですね。でもう自分の気持ちも済んで、よかったよかったって思ってたら、夫とは同じ職場だったんですけれど階が違ったんですよ。私は5階で彼は2階で、だからね会うことなんてめったにないんですけど、顔と名前と、1回2回ちょっと話をしたかなっていうくらいの、それは知ってたし、だから知らない中ではなかったんですけど、そしたらそれをねそのお経をねあげ終わって4、5日くらいだったと思うんですけれど、やたら会うんですよ。どうして会うのっていうくらい、階段を降りて下に行けばパッとね2階のドアが開いて、彼が出てきて、あらって。でエレベーターでねヒュッとこう目の前で開いたら夫が一番手前に立ってたとかね、やったらめったら会うんですよ。でね、おかしくなるくらい会っちゃって、でねよく会いますねって言って、でそこからねちょっとねこう立ち話して、時間もその普通にね仕事の最中ですから長話はもちろんしませんけど、ちょこちょこね話をするようになって、でそしたら、たまたまね同じ誕生日が近い6日しか違わないってことが分かって、
で年もね同い年だって分かったんですよ。そしたらちょっとね、私ずっと彼が年下だと思ってたんで、そしたら同い年なんだっていうところからちょっとね親しみが湧いたんですけど、でもね好みのタイプではなかったんです、残念ながら。でもちょっといろいろありまして、それでお誕生日が近いっていうことで、じゃあ会ってお茶でもしましょうかっていうお話になったんですね。で、私その時お友達一緒に連れてくつもりしてたので、全くそういうふうに考えてなかったんですよ。でもみんなに断られて、で約束しちゃったししょうがないかと思って、2人で会うことになったんです。でもね、特別楽しいわけでもなかったし、断ろうと思ったんですよ、この先何かあっても。でそしたらクリスマスが近いってこともあって、次クリスマスって何か予定あるのって聞かれたわけですよ。そしたら、いや特にないんだけどって、本来だったら私結構そういうとこはっきりしてるので、嫌だったらきっぱり断ってたんですけど、なんかね不思議と断れないんですよ。断りたいのに断る理由が見つからないっていう感覚になっちゃって、じゃあクリスマス会わないって言われて、みたいな。で会いました。でクリスマスの次はお正月ですよね。お正月何してんの、大晦日何してるのって、いや別にって、オールナイトでモダンジャズコンサートあるけど行かないって言われて、モダンジャズあんまり好きじゃないんだけどなって思いながら、結局断れないから行くわけですよ。でお正月ですよね。初詣行ったぐらいにして、なんで断れないんだろうって思いながら、でそしたら年明けしてね、半月くらいしてから彼が言うんですよ。春になったら親のところに一緒に挨拶に行かないって。はあ、何ですかそれって。もうね4回しか結局個人的に会ってないけど、そうやって、プロポーズされちゃったわけですよ。でもね、こっちはなんてことあろうかってずっと思ってるから、本当になんか勘弁してちょうだいっていうくらいの気持ちだったんですけど、高飛車でしょ本当に。でもねそういう気持ちだったんですよ。本当どうしたらいいのって思うくらいで、でもだからじゃあとりあえずお付き合いからしてみましょうと。それで私はとても飽きやすい性格なので、飽きたらごめんなさいって言ってね、お付き合い始めることにはしたんです。でもねどんどん好きになってきました、不思議とそっから。それで5月に結局彼のご両親のところに挨拶に行ったんですけれど、向こうのお宅に着いたらお母さんが玄関から出てねお迎えしてくれたわけですよ。いやー遠いところよく来たねって言って、でねふって顔見たら、もうね、私この人の過去生の娘だって、なぜかね私がね過去生だなんて言葉ね自分の中から出てきたこともないのに、うわってそういうね気持ちがね出たんですよ。でも自分の気持ちにもびっくりだし、自分のその過去生のお母さんだって思ったっていうのもびっくりだし、それで驚いて固まっていたら、向こうからねお父さんも出てきたわけですよ。そしたらねお父さんのこと見ても、この人の子供だったって思う私がいるんですよ。だからそこでねとっさに、この2人は過去生でも夫婦で、私はその2人の子供だったんだっていうのが分かったんですよね。もうね頭の中もうパニックですよね。もうでじゃあこの人一体何って夫のことを見たんですけど、そこまでは分からなかったんですが、とにかくそれがねもうね自分の中から確固たる、その信念ではないですけど、本当にもう揺るぎのない感覚としてブワーって湧き出たっていうのが、とにかく驚きました。そしてね、話の続きみたいなことがあるんですけれど、もう結婚して何年も経った頃ね、お母さんが私に教えてくれたんですけれど、挨拶にね私が初めて行った時に、お父さんがね私たちが帰ってから、和美っていう名前はね俺たちの一文字ずつ取ったら和美じゃないかって、だから娘だと思って迎え入れようじゃないかみたいなことをね言ったんですって。
で私ね、自分の両親も私一時ずつもらって和美なんですけれど、だからお父さんもね、もしかしたらうっすらと魂の記憶で私が娘だったっていうことを思い出してくれたのかななんて、それを聞いてね、ふと思いました。ということで今日のお話は終わります。それではまた。